こんにちは、チロピです。今私は自分の農園に小さなカフェを作ろうと考えてます。ただ、農園株をファームコインで揃えるにはある程度余裕のあるファームコインが必要なんですよね。ファームコインがあればレア度の高い作物の種も購入できるからです。レア度の高い作物は住民の配達でダイヤがもらえるクエストにもチャレンジができるんですよね。今私は効率よく増やす方法として雪だるま方式のようにレア度の高い果物の種をファームコインで購入して植えてます。もちろん課金でレア度の高い種を購入できる人はそれが一番早いですよね。だいぶ育ってきたので森のような農園になってますね。割と価値の高い農作物の木が増えてきましたよ。こちらに伝説ランク以上の作物の木が5種類ありますが、今はこんな感じで植えることができてます。次は豆の木とシュガーアップルも増やしたいですね。ファームコインを雪だるま式に増やす方法なんですが、最初は繰り返し収穫が可能なレア度が低い作物を植えて収穫します。収穫を繰り返したら次のレア度の繰り返し収穫ができる作物を植えていきます。私の場合はトウモロコシやトマトを大量に収穫できるように植えられる上限まで植えてました。次のサボテンが40本ぐらいになる頃にはリンゴも20本とかになってましたね。ブドウは10本とかでしたね。植えられる上限になったらシャベルでトマトやトウモロコシは抜いていきました。現在はサボテンを抜いてますので、サボテンは4本だけでブドウの木が70本ぐらい植えてある状態です。なのでレア度の高い作物の種も在庫が入った時に買えるようになってきてます。ですから大量収穫していた作物を抜きながらワンランク上の繰り返し収穫できる作物を増やしていくやり方です。これが私のファームコインを効率的に増やしている方法です。道具屋ではスコップとか最高級スプリンクラーも買えたら購入してます。なぜかというと巨大な農作物を作るためです。もうすぐハロウィンが来るじゃないですか。巨大なカボチャは一つは置いておきたいですよね。私の場合は巨大な農作物が育つ確率を上げるために最高級スプリンクラーを使いました。道具屋では50万コインで買うことができます。まあファームコイン以外で20ダイヤでも買えますが、私は在庫があればなるべくファームコインで買いました。スプリンクラーの使い方なんですが、農作物に使うと大きく育つ確率が上がるわけなんですが、農作物が実っていく木とかでもたまに大きな木になる場合があるじゃないですか。それで最高級スプリンクラーで15回ほど試したんですが、木が大きくなるかどうかは最高級スプリンクラーは関係なく、植えた瞬間にランダムでサイズは決まるようですね。説明にも農作物が大きく育つって書いてあるので、農作物が実る状態で使うのが正しいのかなって思います。例えばココナッツの実ができるヤシの木の場合だと分かりやすいんですが、植えた瞬間にヤシの木の太さが出てるんですよね。それで木の太さが決まってから成長初期に何回も最高級スプリンクラーを使ったんですが、木の太さは変化しなかったんです。他の農作物の種でも植えた瞬間に使ったり
植える前に先にスプリンクラーをセットしてみたりしましたが同じでした。なので効果のあるものは直接土に実るかぼちゃとかスイカとか、あとは成長しきった農作物の木とかですね。つまり農作物が実る前の何も実ができてない状態の時に使うといいのかなって思います。ちなみに巨大なかぼちゃを作った時は最高級スプリンクラーをセットして一気に8個のかぼちゃの種をスプリンクラーの範囲に植えました。そのうち1つが巨大なかぼちゃになったんです。1回でできる限り多くの農作物に効果があるように使ったわけですね。さてと、今250万コインあるので、50万コイン集めて豆の木の種を購入したいと思います。あれ、収穫がまだできないみたいですね。一旦ハウスに入ってみます。収穫できました。ハウスに入ってから収穫する方法は私の場合はやっぱり使えますね。毎回ではないけど収穫ができなかったのはできるようになる場合があるのでやってます。なんか修正されたのかと勘違いしたんですが、まだ収穫の効果がある時があるので使える方法には変わりませんね。今は豆の木の種を買いたいので一気に50万コイン分を集めてます。一気に収穫したので300万コインになりました。今回も豆の木がないですね。ちなみに10ダイヤで再入荷すると全種類の種の在庫は入ります。これで豆の木の種が植えられますね。再入荷には10ダイヤかかるので、なるべくコインで多く買える状態の時がいいですね。農園の入り口を見てみるとこんな感じになってました。これすごくないですか？森ですよね。これ結構いいんじゃない？引き続き楽しみたいですね。ご視聴ありがとうございました。またね。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。